こんにちは、音会事務局の国保則道です。今回からですね、演奏に合わせて音会作品から生演奏がどのように広がったか聞きどころを紹介もしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。1曲目にお届けいたしましたのは笑顔で歩こうという曲です。この曲はですね、1枚の観覧車の写真から作品が作られました。この作品に使われた音楽自体はポルカ調の楽曲で、楽器はアコーディオンとクラリネット、ベースはチューバですね。愉快な遊園地とかにもぴったり合うような音楽が使われてました。ポルカはヨーロッパの音楽だったんですけども、今回の演奏は南米のブラジルのサンバっていうスタイルでお届けいたしました。ポルカと同じようにダンスと密接につながっている音楽ですので、体を動かしたくなるような、そんな雰囲気をイメージしてお届けしておりました。いかがでしたでしょうか。音会では画像や動画を見て感じたことを言葉にすると音楽が生まれます。その音楽を自分のイメージに合わせて一つの作品にしていきます。音楽経験とかがない人でも AI のサポートがありますので、楽しんでお使いいただけます。目で見て耳で聞いて考えて脳を刺激しながら普段の生活にこの音楽を楽しむっていう時間を取り入れてみてはいかがでしょうか。
2曲目は木漏れ日という曲でした。こちらの曲はマスカットの映像から作品が作られた音楽でございます。この作品を作っていただいた方は、作っている人たちへの感謝とこの食の実りが自分に染み渡るようなイメージを作品にしてくださってました。使われた音楽、今も流れておりますが、とても穏やかな三拍子の音楽なんですけども、ピアノで優しくメロディーを奏でている音楽でございました。先ほど行った生演奏、メロディーがギターに変わったことで、より温かみのあるサウンドをお届けできたのではないでしょうか。旅先で木陰で休んでいて、風景を見ている時に木漏れ日を感じるようなイメージをしながら演奏してみましたが、いかがでしたでしょうか。音会の作品作りに参加したい方は、ぜひ今こちらに表示している QR コードからアプリをダウンロードしていただくか、概要欄のリンクからアプリをダウンロードしていただければ、無料で誰でも楽しんでいただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。3曲目にお届けしたのは雲の彼方へという曲でございました。この曲はですね、こちらの写真ですね、大きな雲が空に広がって見上げて見れるような写真から始まった作品でございます。オーケストラで使われる楽器が演奏が始まって徐々に増えていく壮大なシネマティックなサウンドになっていた曲です。
作品のコメントでもどんどん上へ大きく湧き上がっていくというようなコメントをいただいてまして、まさにその音楽にぴったりだなと思いました。今回のライブではゲスト保坂周平さんをお呼びしまして、グランドピアノを使ってお届けいたしました。とても重厚な音がして、リッチなサウンドが耳に心地いいサウンドでした。ゲストが入ることによっていろんな広がりが音楽の可能性を感じることができました。いかがでしたでしょうか。ピアニストの保坂周平です。こんにちは。私はジャズピアニストということで、ジャズピアノの演奏をメインに活動してますけれども、それ以外にも作曲とか編曲とかやっている他に、コロナから始めた、YouTube もですね頑張ってまして、 YouTuber という顔もありまして、ピアノのね音楽の楽しさを伝えていくために、日々活動しております。今回はここのスタジオのピアノを使ってもらいましたけど、楽器って持ち運べないじゃないですか、ピアノ。そうなんですよ。ピアノは唯一ですよね。他の楽器は大体皆さんね、ご自身の楽器を持っていきますから、その場その場のピアノに対してどういうふうにいつも接しているというか、どんなピアノが来るかは運ですよね。これはね、自分から準備できることはないので、なのでもうなるべくオープンマインドっていうんですかね、どんなピアノに当たってもあんまり神経質にならずに楽しんじゃえみたいな気持ちでいますね。はい。ピアノとギターの編成で演奏しましたけども、聴いてほしいポイントとかもしあったら。そうですね。ピアノとギターのアンサンブルは一般的にちょっと難しいって言われてるんですね。音楽的にどっちも似た個性がありますよね。音が減衰していく楽器だということもあって、あとどっちもコードをね演奏することができる、役割が被るっていうことで、ピアノとギターで一緒に演奏するのは一般的に難しいって言われてるんですけど、僕はとても好きな編成で、今日も楽しみにしてやってきました。お互いの良さを引き立てることと、ぶつかってしまって邪魔になってしまわないようにってことを気をつけてやってるつもりなんですけれども、だんだんやってるうちに楽しくなってきちゃって、あとは身を任せてやっちゃえっていう感じで、だから多分動画を通してみると、最初は結構慎重に演奏してて、だんだんはっちゃけてくる様子が残ってるんじゃないかなと思うので、その辺楽しんで見ていただければと思います。
4曲目は街角のラグタイムという曲をお届けいたしました。作品で選ばれた画像はこちらの街角の映像でした。作られた方はお買い物に行くワクワク感と好きなものが買えてスキップしたくなるようなウキウキ感を感じましたっていうようなコメントをいただいてました。ラグタイムの特徴的なのがメロディーで拍がちょっと前にずれ込むコミカルなジャンルかなと思うんですけども、本当に合う音楽だなと思いました。生演奏ではそのウキウキ感っていうのを高めるためにテンポを少しだけ上げて演奏をいたしました。いかがでしたでしょうか？音会では写真や動画を見て感じたことを言葉にすると音楽が生まれます。その音楽を自分のイメージに合わせて一つの作品を作っていきます。音楽体験がない方でも AI がサポートするので誰でも楽しんでいただけます。皆さんもぜひ日々の生活の中にこんな音楽の楽しみ方をですね取り入れてみてはいかがでしょうか？今日スタジオをお越しいただきましてありがとうございました。有限会社パストラルサウンドの、代表の取締役やっていて、スタジオのオーナーと、あとエンジニアもやってます。で、もともとうちは選曲っていう仕事から始まってるので、映像には音楽を選んでつけるっていう仕事も制作っていう形でやってます。編曲家っていう肩書きがちゃんとあるので。音会ってアプリも映像に音をつけるっていう。そうですね。はい。僕は音楽のそういうライブラリーのところから検索をしてそれを実際使うっていうのを仕事にしているので共通点があって面白いですね。そうですね。コーディングスタジオって音楽をよりよくいい音で撮ったりそういう場所だと思うんですけども、どういうところを大切にして録音をしているんでしょうか？うちは極力綺麗な音そのままの音が取れるようにしてる。味付けをあまりしないというか、なるべく弾いてる音とか歌ってることをそのまんまの状態で取れるようにしてるっていうか、マイクからのケーブルを直接もう機材に挿す。間にいろいろ挟まないっていうのが多分一番の特徴かなと思います。部屋の中の地下2階のスタジオなんですけど、やっぱ天井がすごく広いので、開放感もあるし、プロとかそのレコード会社とかっていう人たちだけでなくて、個人の人もやっぱり結構多いので、全然趣味でやってるとか、朗読やってるとか、声を残したいとか、子供の演奏を録音したいとか、そういうのでも大丈夫ですし、気軽にやっぱり問い合わせとかはしてほしいかなと思ってます。
5曲目にお届けいたしましたのは空に浮かぶ夢という曲でした。この曲、こちらの海の中に一隻の船がある綺麗な写真から作品が生まれました。作っていただいた方は大きな夢に向かって航海を続けるというようなコメントをいただいて、前を進んでいく力強さと遠くを見つめるような余白を感じるような音楽を選んでいただいて、とても素敵な音楽がついたなと感じました。今回は呼吸を合わせていくようなイメージで、ストーリーがどんどん先に進んでいくようなイメージをしながら演奏をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。音階作品を体験してみたい方は、こちらの QR コードからダウンロードして、または概要欄にあるリンクからダウンロードが無料でできます。誰でも楽しめるアプリでございますので、ぜひ楽しんでみてください。
6曲目にお届けいたしましたのは夜明け前という楽曲でした。この作品が生まれた元になる画像は今までの曲と違って完全燃焼という言葉が書いてある画像からこの作品が生まれました。作られた方は胸を張って次のステージに進みましょうっていう言葉も綴られていました。何か一つのことをやり終えて、でも次のもっと高い目標に向かっていくっていう思いがソウルフルな感じっていうのはこの音楽作品から感じました。生演奏ではソウルフルな気持ちをすごく大事にして新しい一歩を始めるっていうような思いを胸に秘めながら演奏を心がけました。皆さんいかがでしたでしょうか？最後にお届けいたしましたのは音会の公式テーマソング音会のパレードでした。グランドピアノとギターの演奏はいかがでしたでしょうか？今回の紹介してきた作品の数々も様々な画像から生まれてきました。一つ一つの作品が音楽とともに集まり、最後には一つのパレードになる、そんな広がっていくイメージを持っていただけたら嬉しいです。
本日の音会仲間コンサートいかがでしたでしょうか？音会アプリをご利用の皆様が作られた音会作品から生演奏をお届けしてきました。同じ写真から一人一人違う言葉や音楽が生まれていきます。そこに生演奏が加わって、さらにまた違った景色に広がっていくこの音会仲間コンサート。今回のコンサートはおうちで旅行というテーマでお届けしてきました。今月8月の脳の健康日めくりカレンダーのテーマもおうちで旅行です。お家にいながら旅行気分をご体験いただけます。音会アプリをお持ちの方はぜひ毎日カレンダーをめくって自分だけの旅の作品を作ってみてください。まだアプリをお持ちでない方はこちらの QR コードからダウンロード、または概要欄のリンクからダウンロードして作品作りをお楽しみいただければと思います。皆さんのご参加をお待ちしております。それでは次回のコンサートでまた会いましょう。さようなら。